こんにちは、クリスティナです。今回はお仕事でフィンランドに行ってきました。ベルリンからヘルシンキに飛んで、翌日の早朝便でフィンランドの北部に向かいます。ベルリンからヘルシンキというこの便は毎回日本に帰る時もヘルシンキ経由で帰ってるので、もう慣れたもんなんだけど、新しいものないかなってついついメニューをね開いて、どうせ有料だから買うことはないんですけど眺めてしまいます。で、この真ん中にあるロングドリンクってオリジナルっていうやつはおすすめされたので、今回飲みたいなと思いながら眺めてました。でも飛行機の中では無料で配られるブルーベリージュースをいつも飲んでます。早朝の便にして一日ヘルシンキ楽しむっていうこともできたんだけど、ちょっと直前のロケで結構体調不良になって病み上がりっぽかったので、睡眠とってゆったり午後の便にしました。一泊だけ泊まる空港の中にあるホテルに到着しました。窓がない。こんにちは、クリスティナです。今回はフィンランドのロケに行ってるよっていう、初日と最終日ぐらいになると思うけど、撮れそうなものがあったら撮ろうかなって思うけど、ちょっとね、なんせ今日も時間がないので、街中ちょっと行くのもう4時なのね。今4時でもう4時半とかなんだけど、今から街中行ってご飯食べて帰ってきてもう寝るだけって考えてたけど、空港なんでもあるしさ、街中行くのやめようかな。3時とかに起きないといけない。違う、2時半とか3時とかに起きないといけないからさ。って考えたらあんまりのんびりできないから、どうしましょう。空港を探索するか迷ってます。さすがに街中行く？ちょっと考えます。はい。これさ、ちゃんとさ、アイロン台あるんだけど、めっちゃしっかりしてるやん。そんな、お風呂も見とこうか。アイロンついてるのすごくない？借りれますよとかだったらわかるけどさ、ちゃんと部屋に常設されてるのすごいんだけど。じゃあこっち行きます。ヨガもごめんね。もうほんとシンプルにコンパクトにトイレとシャワーって感じですね。はい。ちょっとサウナ行きたいところだけど、あんまり近くに、空港の中にはあるけど、ラウンジみたいなところ行ったらあるらしいけど、そこまでなんだよね。で、街中行くのにはさ、50分、そんなにかかんないけど40分。まあタクシーだと30分ぐらいらしいんだけど、行って帰ってくるのも考えて、くつろげないなと思って、諦める。また今度来ます。帰りにもしかしたら余裕あるか分かんないけどって感じです。今日は早く出ます。バイバイ。スーパー行ってみる。お花売ってんだけど、お花売ってる。かわいい。これ駄菓子屋形式のお菓子。もっといっぱいある。こんなたくさんあったら選び放題でね、絶対楽しいよね。一個も選んでないけどそしてムーミングッズありすぎ、もう何でもあった。でもめっちゃ高かった。ムーミン大好きな人もスーパー行ったら揃う。わかんない、空港だからなのかな。いっ全部ムーミン。ぱいありました。可愛かったです。飲み物だってパッケージムーミン使われてました。そしてもう一種類こっちもなんかこれ有名っぽいからちっちゃいやつ買ってみようかな。5.79 もするけど飲めるかな。だってこっちにあったちっちゃいのがこっちにする。
こはサプリのコーナーなんだけど、フィンランドってそんなサプリ有名だっけと思ったけど、よくよく考えたらビタミン D 不足するからみんなサプリ飲んでるって聞いたことあったなって思いました。そしてこれが念願のオリジナル、飲んでみろと言われたからには買ってみたんだけど、これお会計の時にさ、セルフレジで買おうとしたらお酒はそこでは買えませんって言われてで普通のレジ行ったらまさかの年賀されて、もうドキドキハラハラだった。異国の地で年賀されるって本当もう怖かったよね。でもなんか30歳に見えなかったりされるらしい。で見てこの豪快なサーモン、このサラダバーでサラダ買おうかなとも思ったんだけど、このサーモンが魅力的すぎて、でもちょっとね匂いがきつかった。でこの朝ごはん用の多分スムージーボールとかなんかオーバーナイトなんとかなんだっけとか美味しそうだった。そしてパンさ、何が何だかわからんからさ、 Google 先生に写真で訳してもらうやつをさやったら、これ見て、国内からバターパンが溶けますって買ったよね。そしてフードコートでご飯食べて、この日はおやすみなさい。数時間寝て朝です。早朝4時半に荷物を預けて朝日を眺めて、空港で日本から来た撮影のメンバーと合流して、飛行機でオフラインラブ見て、はい、また来てねと言われながらラップランドというねフィンランドの北部に到着しました。もう一回空港で合流してたんだけど、ここで再会かのようなね演出の映像が撮れてちょっと面白かったです。こっから撮影頑張っていきたいという感じでね、やる気もりもりで向かっております。で電車じゃない車で現地クルーに運転してもらいながら、まずはホテル行ったのかな。そしてご飯はね結構毎日ここで食べたかなってぐらい、そこで食べたバイキングなんだけど、何食べても美味しかった。そしてロケハン、いろんなところロケハン行って、この日すごい雪が降って寒くて、でも結晶が見れてすっごい可愛かった。なかなかこんな綺麗なの見れないよね。そしてこんな格好になって次の場所でもロケハンです。もうなんかさ、普通だったらなかなかできない経験が本当に撮影ではいっぱいできて、なんだろうね、ずっとワクワクしてて楽しいんだよね。でも楽分仕事もすごい楽しくできるから、いいもの作ろうっていう感じになる気がするんだよね。やっぱ人って大事。昔さ、仕事のモチベーション何って聞かれて、私いろんな人に会えるのが好きって答えたことがあって、もっとわーって言いたかったんだけど、その時に結構鼻で笑われたのね。同じ業界の同じような仕事をしてる人に。でその時から今まで私は納得いってなくて、やっぱどうしても人と仕事するからには人って大事なのよ。いろんな人がいて、いろんな経験をしてきた人がいるから、いろんなことが知れて、その人たちのために頑張ろうとか、その人たちと一緒に一丸となってっていう気持ちになれるから、やっぱ未だに私はその気持ちは変わってないんだけどねっていうことを思い出しました。はい何の話って感じだけど、こんな感じで雪景色の中をさ走ってんだけど、この雪さ、普通に地面に雪が積もってるだけみたいに思うじゃん。超深いから、これ落ちるの3回ぐらい落ちた。でこのこれ美味しかった、スムージーみたいなやつ、パウチのこのモケモケがあるとめちゃくちゃ空気がきれいって証拠らしい。現地クルーがいなかったらそんなこともね多分知らずに今生きてたと思う。そして見て、こんなかっこいいねマイクのついた、この普通シーバー使うんだけどさ、これマイク下ろしただけで話せるっていう最強にかっこいいやつ使ってちょっとテンション上がったそしてこの日は午前中だけちょっとだけどんくらいかな、30分ぐらいかな、
この4人と写真撮ってくれてる5人でお散歩できて、ご飯食べて、で撮影行ったのかな。そうもうね結構ねスケジュール的にはパンパンで、睡眠時間5時間あったらいい方って感じの撮影だったけど、楽しかったよいいか、またやれって言われてもやるね。そして最終日ヘルシンキに移動して、私はベルリン、他のみんなは東京に移動するだけのヘルシンキ堪能の半日の様子ですこんにちは、クリスティナです。こんにちは、トム・クルーズです。はい、みんな自己紹介して。こんにちは。こんにちは、ケンです。はい。こんにちは、恭平です。恭平です。恭平です。このメンバーでヘルシンキを散策してます。他のメンバーはいるけどまだ待ってる。この日ね2便に分かれてヘルシンキに移動したんだけど、私たち先発組の飛行機は問題なく時間通りに出たんだけど、後発が2時間の遅延で、そっちに女子がいたから、その後ねこの後サウナに入ったんだけど一人ぼっちだったからそれが寂しくて、ちょっともうぜひまた女子メンバーでリベンジしようってちょっとこっからお誘いさせていただきますいや本当にそれだけはね残念だった。でもこの4人で回ったのも全然すっごい楽しかったし、で念願のサウナ入れたの本当に嬉しかった。でねもうサウナ入った後のご飯美味しすぎて最高に幸せだった。でもね気が緩んだのかお別れしたタイミングからね風邪っぽくなっちゃって、そのまんま飛行機乗ってから5日ぐらいかな、耳がねこもったまんまで、でも復活まで時間かかったけど、そんなねすごい体調悪いって感じじゃなくて、単純に片耳聞こえないよっていうのが続いたかなっていう、そんぐらいそうね、帰って最初の方はやっぱ疲れあったのか、私先にさ寝室で寝てて、旦那が後からさ寝室入ってきた時に寝言で誰ですかみたいな、旦那に向かって寝ぼけてね、誰みたいな聞いて、ちょっとあとワンシーンワンカットですみたいなことを言ってたらしい寝ても仕事しちゃってましたね。はい、でもそれぐらい楽しいってことなのかもしれない。サーモンスープとビール、あとソーセージも買った。いただきます。最高。こんなんやば。イエーイ、最高。今回の撮影はね結構ストライキにちょっとなんかぶつかりそうだったりとかトラブルもあったけど、みんなで乗り越えられたいい撮影だったなって思います。最後にお土産を紹介します。これはね現地のクルーが最後に渡してくれたお土産の中に入ってて、コップなのかなと、これはお酒、このラッカっていうのがなんかちょっと特別なベリーみたいで、フィンランドのベリーみたいです。すごいドロッとしてね甘い感じのちょっと洋名酒っぽい感じの味でした。でこれは自分で買った鍋敷、これ空港でお土産で買っちゃえっつって買った鍋敷で、なんかちょっとふにゃんってしてるのが可愛いなって思いましたでこれはねスーパーで買ったクッキーなんだけど、グルテンフリーのオーツのクッキーチョコ味です。なんか撮影現場のお菓子のところにもあったから、多分フィンランドでは有名なやつなのかなって思うので、ぜひフィンランド行った方は結構ね腹持ちいいからいい感じだと思います。おすすめです。買ってみてください。ということで今回も最後まで動画見ていただきありがとうございました。また次の動画も見てください。またね。バイバイ。